、それでは具材を買っていきたいなと思います。まず食品コーナー行きます。はい、今日の作る具材を買っていきたいと思うんですが、あんまりいまいちパッと来ていなくてですね、何を買ったらいいのかなと思ってるんですが、とても不安ですね。まず、カレーを作るってことなんでルーを探していきたいなと思います。ルー、ルーってどこに売ってた？カレーのルーを探していきます。やばい、ここのスーパー初めてすぎて分かんないな。カレーのルーってどこに売ってんだ？一から作ったことないんでちょっと分かんないですね。カレーのルーってどこ？こっちかな。カレー来ました。カレーコーナーです。これが固形なのかな。そうですね、これそうですわ。結構ルー選び大事だと思うんで、王道で一番食べやすそうなものを選びたいなと思います。どれが一番食べやすいんだろう。でもこれは優秀味覚賞みたいなの取ってるんでこれにします。これが一番うまそうなので、はい。バターの方がなんかうまそうなんでバターにしようかな。人参玉ねぎ肉、人参玉ねぎ肉、人参玉ねぎ肉。玉ねぎありました。でかくね？玉ねぎ、難しいタイプだ。この食材の声を聞いていきます。あと人参っすね。そして極めつけは肉ですね。カレー用って書いてある。カレーっていうとやっぱ牛肉のイメージあるんでこれかな。この肉が美味しそう。カレーって何入れるのがいいんだろうな。カレーでアレンジしよう。そうなるとチーズカレーとかにしよっかな。3種のチーズカレーとか絶対うまいじゃないですか。これはありっすね。チーズ買います。じゃがいもとか欲しいですね。じゃがいもウインナーとかもありなんかな。赤いウインナー入れて、調味料とかも何入れるんだろうな、マジで分かんない。水炒める、水入れて煮込む、ルー入れる。こんな簡単なの？余裕だなこれ、余裕。油揚げ入れてみようかな。なんかうまそうじゃないですか。油揚げ入れてみたいと思います。あとお米買おうかな。お米、ちょっと待って、コンソメ。これコンソメあれじゃない？コンソメとクレイジーソルト買います。これぐらいじゃないですかね。福神漬け、これかな。これぐらいじゃないですかね。よし、これで決まりです。じゃあ買い物お会計していきたいと思います。じゃあまた。クックのクック。ということで僕の今日作る料理はカレーです。僕カレーも作ったことないですし、普段ちょっと料理しないのでちょっとどんな結末になるかはちょっと想像が分かんないんですけど、でもこれを機にね、ウルフの料理長としてなんかもっとね、いろんな企画に今後料理出れるようにちょっと僕もね頑張りたいなと思いますので、これで料理成長していきたいと思いますので、すごい温かい目でこれを見てもらえたら嬉しいなと思います。頑張るぞー。はい、ということで早速野菜を切っていきたいと思います。ちょっとまずじゃあ手洗いますね。この場所はね、一度マーマレードを作った時に来させていただいたので、ちょっとそういった面では環境に慣れているっていうのがあるので、あんまり緊張はしてないです。さあいきますよ。ではまずは玉ねぎを切っていきたいと思います。はい、これ確かあれですよね、お尻の方を切って
あ、これ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 お母さんがちょっとやったのちょっとね見てたんで、はい、来ました来ました。これで剥くんですよね。はい、このどこまでちょっと剥くかわかんないんですけど、どうしよう、玉ねぎなくなっちゃったらこれ剥きすぎてめちゃくちゃちっちゃくなっちゃった。どうしようか。はい、おお、いいんじゃない？めっちゃいい感じじゃないですかこれ。ほら、でこれをちょっともう一個同じようにやっていきます。あ、皆さん、ちなみに包丁はちっちゃい子というかね、ちっちゃい子も多分見てると思うので、これ刃は自分の方に向けちゃダメですよ、多分。あと人に渡す時もあれですよ、刃をハサミと一緒ですよ。じゃあまずは玉ねぎを切っていきたいと思います。これね、結構しみる方とかいらっしゃると思うんですけど、僕はコンタクトつけてるんでしみません。はい、これちなみに豆知識なんじゃないですか。僕もびっくりしたんですけど、マジでしみないんですよね、コンタクトにしてから。じゃあこれまず、真ん中から切っていくのかな、多分。はい、一刀両断です。そしたらまあこんな感じですかね。ちっちゃいかな。こんな感じですかね。はい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 。僕はもともと味噌煮込みうどんのお店で働いてたので、ある食材だけはめちゃくちゃうまいんですよね。長ネギの薬味切るめちゃくちゃ薄く切るじゃないですか、薬味って。めっちゃうまいっす、それは。だけです。はい、そしてもう一個ね、切っていきます。こんな感じですかね。はい、じゃあ切ったのでこれを移します。ちょっと皆さんね、手順とか本当に僕わかんないので、普段料理しないので、もう作るとしたらパスタか鍋なんで、もう切って入れるだけか、もう茹でるだけみたいな感じなので、ちょっと包丁の使い方とか危なかったら教えてください、コメント欄で。それを見て僕は成長していきますので。なので結構ね、皆さんのそのコメントというか、そういうのは僕もしっかり受け止めるつもりです。はいとー、はい、玉ねぎ完成です。そして続いていきます。ちょっとこっからね、正直未知というかわからない部分なんですけど、じゃがいもかな。じゃがいもやっていきたいと思います。じゃあまず洗っていきます。でもね、大体ね、お母さんがカレー昔作ってたんで、そこはね、なんかお皿洗いとか手伝ってる時になんか横目で見てたりしてたんで、作ってる様子を。なので大体なんかこの食材はまあこうやるんだろうなみたいなのは分かるんですけど、ピーラーをピーラー洗っていきます。はい、ピーラーですね。もうほとんど使ったことないんです、僕。まあ一旦やってみますか。なんかいいんじゃないですか、ちょっと。ほら、こういう感じだと思います。多分ね、ラブレッドの皆さん、料理できる方多いと思うんでね、なんかすごいなと思うんですよね。僕が描いた狼の絵とかをなんかめっちゃ立体的に作ってたりするんで、お子さんのお弁当の中に僕の描いた狼入れてたりとか、いやすごいっすよね。で僕もね、将来もし子供ができた時にキャラ弁っていうんですか、キャラ弁っていうのをやってあげたいですよねだからやっぱそのためにも僕はね、料理うまくならないといけないので、ちょっと皆さんちょっと助けてください。だし料理企画をなんか何回かやったことあるんですけど、ウルフで。やっぱ他のね3人がね、どうしても料理がめちゃくちゃうまいんで、自分にやっぱ劣等感を感じてしまうというか、
これ負けてらんないなということなので、ちょっと頑張って料理を学んでいきたいなと思います。これがいい機会なので。はい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 。おーい、いいんじゃないですか。ほらじゃん。こうやってペース速くなってきて調子乗ると結構ね指切ったりとかするんで、僕はもうそういうタイプの人間なので分かるんですよ。これ冷静にやっていきます。それこそあれじゃないですか、やっぱトライブの先輩で言うと、やっぱファンタさんの沢夏さんとかもめちゃくちゃやっぱり料理上手なイメージがやっぱすごいというか、料理男子っていう感じでやっぱり見えるじゃないですか。やっぱり沢夏さんってもう超かっこいいじゃないですか。その料理できる感じでめちゃくちゃ清潔感あってすごい憧れますよね。でこの穴ですね、これなんかお母さんくり抜いてた気がするんだよな。合ってるんですかね。間違ってたらすみません。めっちゃもう感覚でやっちゃってるわ。これちょっと順調なんじゃないですか。僕にはもうちょっと他のデータがないんで、これがうまい下手なのかはちょっと分かんないんですけど、でもなんかいい感じな気がしてます。はい、じゃあじゃがいも切っていきたいと思います。どうやって切るんですかね、分かんないんですけど、こういう感じ。梨みたいになりましたけど、こんなぐらいかな。こんな気がする。これぐらいな気がする。待って、センスある。これひょっとしてなんか今んとこ全然困ってない。うまくね。すごいぽくなってきた。じゃあ人参を洗っていきます。やばい、ちょっと人参やったことないわ。どうやってやんだ。まあ、さっきの感じでやるとこういう感じだよね。人参剥く必要あります？あるみたいです。じゃあ剥いていきますか。ちょっと待って、うまいぞ。ピーラー職人になるかもしれないでも僕多分どっちかというと多分性格的に料理作るというかはシンクとか、こういうこっち系道具使ってやる系はすごいやらせていただいたんで、なんか得意なのかな、ちょっとわかんないんですけど、ただ人参はちょっと切ったことないんで未知ですね、正直。はい、来ましたー。どうですか？来ましたよ。うまくピーラーできたんじゃないでしょうか。切っていきます。でちょっとね、ここも問題なんですけど、ちょっと切れないんですよ。ちょっとでもこんなバーベキューとかですからね、見るのだってこの感じで切ってる人参って。こうやってみるかい。こんな感じ。やべえ、わかんない。合ってる？見たことないけど、この人参の入ってる形マジでわかんないですね。一旦ちょっとこの感じで切ってみます。はい、人参切れました。ちょっと正解かわかんないんですが、はい、できました。人参です。そして最後油揚げを切っていきたいと思うんですが、僕はちょっとね、油揚げすごい大好きでして、鍋とかね作る時によく入れてるんで、ちょっとこれはもう慣れっこです。はい切れました。はい、作っていきます。電源オンではまず、ここにバターを、大さじ1敷いていきます。大さじ1っていうのがちょっとわからないので、
2個分ぐらいですかね、多分。はい、これ入れていきます。料理番組とかでここにくっつけて、この鍋の端とかフライパンの端できました。どれだどれやったらいいんだ。やばいやばい、これですかね。お肉入れていきます。もうめっちゃいい匂いする。やばい、めちゃくちゃいい匂いする。じゃあこれ入れていきます。これ絶対うまくなるぞこれ。なんか入れるもんあるかな。ウインナー入れようかな。全部入れちゃいます。水入れていきます。入れました。はい、それでは蒸していきます。20分ぐらいかな。それまで少々お待ちください。お、刺さる。これ火通って大丈夫？ちょっと火通ってるから不安な部分もあるので、ちょっと気つけてやります。それではこれを使って麺を入れていきます。これ合ってるやり方、味噌汁のやり方みたいな感じなんですかね。多分もう2つぐらい入れた方がいい気がする。なんかカレーにしてはなんかサラサラしてるんですけどね。これもうちょっと入れた方がいいのかな。煮込んだらだんだん重たくなってくることあるのかな。もう1個ぐらい入れてみるか。すごい濃くなってきました。ちょっと、あ、この音は完全にドロドロしてきてる音だと思います。あ、味見。うまい。どうなのこれ、どうなんだろう。もうちょっと入れた方がいいのかな。もう1個入れちゃおう。はい、全部入れました。それではこれ5分煮込んでいきます。混ぜないと焦げるみたいな感じだった気がするもん、カレーって。お、いいんじゃん。はい、それでは盛り付けていきます。あ、やばい、待って、コンソメ入れてね。次回でコンソメ次回で。はい、ということで完成しました。それではどうぞ召し上がれ。ククカレーです。はい、ということで、僕の作ったククカレーです。こちらを早速食べていきたいなと思います。味付けでクレイジーソルトだったり福神漬けだったり、チーズもねあるので、好みに合わせて食べていきたいなと思います。じゃあいただきます。じゃがいもから食べます。いただきます。おいしい。ナイスクック。めっちゃ美味しいです。油揚げもねせっかく入れたんで。美味しいです。人参も甘っ。美味しい。もうちょっとね、理想はもうちょっとルーをね
硬くしたかったんですけど、カレーのこの質感を。待って、うまいぞこれ。これ外してないかも、入れた食材マジで。牛肉も食べていきます。待って待って、めっちゃうまいわ。お米もうまっ。ちょっとクレイジーソルトかけてみたいと思います。うまいと思うけどな。めっちゃうまい。待って待って、はい。めっちゃうまいぞ、クレイジーソルトカレー。味濃いのがね好きな方はぜひおすすめです。そしてチーズもねかけていきます。はい、チーズ入れました。3種のチーズです。3種のチーズカレーも絶対うまいと思います。めちゃくちゃうまい。これチーズとクレイジーソルト入れたらめっちゃうまい。ごちそうさまでした。はい、完食です。はい、次もね今日ちょっとカレー作って、次やりたい料理というかちょっとイメージできてきたんで、次の企画の時はまた難しいね料理に挑戦して、もっともっと料理レベル上げていきたいなと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。また次のクックのクックでお会いしましょう。バイバーイ。